今回のマンテシトロンお散歩旅では、2024年にデザイナー仲間の順次といった秋のベネツィア旅をお届けします。この旅はパンデミックも落ち着いてきた2023年。長かった自粛期間の鬱憤を晴らしに、ずっとお気に入りに登録していたベネツィアの宿に泊まりに行ってやると予約サイトを開いたところ、なんと翌年の夏までびっしりと予約が埋まっており、涙ながらに2024年の9月に予約を入れたことに始まりました。ドーハにあるハマド国際空港に到着しました。現地では午前3時半と見事な牛蜜時ですが、ハブ空港なので24時間稼働しています。お腹が空いたので、ハロッズのティールームが開くのを待って朝ごはんにしたいと思います。言わずと知れたハロッズのティールームですが、ここハマド国際空港店は席と席の間もゆったりとしており、店内も綺麗で、乗り継ぎの時間が長くても安心して滞在することができました。今日からしばらくティーというとハーブティーが出てくるコーヒー大国に行くので、美味しいお紅茶の飲み納めです。お料理が来ました。シャクシュカというお料理で、このフラットブレッドと一緒にいただくようです。現地カタールの名物料理だそうで、スパイスの効いたトマト煮込みを卵が覆っています。はじめチーズかなと思ったのですが、なんと3個ぐらい卵が乗っていました。栄養満点ですね。素材そのままのお味で美味しかったです。ハマド国際空港は横に長いので、乗り換えるゲートが遠い場合、空港内のこのガラスの電車に乗って移動することができます。私は普段は日本航空を使うことが多いのですが、今回はどうしても譲れない理由があり、初めてカタール航空を利用することになりました。
地図がありますね。ちょっとピンボケしてしまっているのですが、ここが先ほど朝ごはんを食べたあたりで、今はここですね。ここから4フロア見えますが、下の2フロアがゲートエリアとなっています。エスカレーターを降りた左側にちょっと面白いエリアがありました。中東の伝統的な市場、スークを模したショッピングエリアで、空港外に出ずともカタールの文化を楽しめるようになっています。実はこの空港に着いてから数人の女性からエキゾチックで魅惑的な同じ香りがしていたのですが、私たちはついにここでその香水を発見しました。この香水はダイヤモンドという名前で、たくさんの女性に愛され、テスターはすっかり空になっていました。結局帰りに買ったのですが、この香りを嗅ぐたびに私はこの旅を思い出します。嫌げ物への物欲を振り切って搭乗ゲートのあるアトリウムの方へ来ました。ここは太陽光と植物と水、映像と音を駆使した最先端の癒し空間となっております。日本でもおなじみのラルフズコーヒーもありました。くまたんが働いてます。長いトランジットの間、空港から出ることは難しいので、こうしてオアシスのような場所があるだけで気持ちが晴れやかになりました。しかしこの後いざゲートに向かったら、思っていた場所とフロアが違い、ちょっと慌てたので、癒しの空間にぼーっとならないよう皆さんもご注意ください。空港を楽しんだ後はいよいよベネツィアのテッセラ空港、通称マルコポーロ国際空港へ向かいます。さあ、それではベネツィアに到着する前に少しだけ街についておさらいしましょう。
イタリア・ベネト州にある水上都市ベネツィアは、5世紀頃ゲルマン民族の侵攻から逃れたローマ帝国の人々が、干潟に無数の木の杭を打ち込み、その上に土台を築いたことから始まりました。やがて海上交易で繁栄したベネツィア共和国は、東西交易の要衝として大きな富を築き、中世からルネサンスにかけて地中海世界を代表する海洋国家へと発展します。十字軍や大航海時代、東西文化の交流など世界史を動かした数々の出来事の舞台となり、その文化や芸術は世界中に影響を与え続けてきました。現在人口約25万人、うち約5万人が歴史地区に暮らしています。何世紀もの時を超えて水上に浮かぶその姿は、今なお比類なき魅力を放ち、世界中の人々を魅了し続けています。マルコ・ポーロ国際空港に到着しました。到着後、水上タクシーを手配してタクシー乗り場に向かいます。私は今回どうしてもこの水上タクシーで本島に向かいたかったので、カタールで乗り換えてマルコ・ポーロ国際空港に着く便を選びました。早速ローマ松が見えてきました。この松が見えてくるとイタリアに来たなと感じます。さあ、ラグーナが見えてきます。ここは明るく綺麗でお手洗いもついていたので、自分たちのタクシーが来るまで安心して待つことができました。マホガニー、ありがとう。さあ、いよいよ本島に向けて出発です。
水上タクシー事務所のお姉さんがエアビーのホストさんと電話で話してくれたおかげで、ホストさんが宿の向かいの船着き場まで迎えに来てくれておりました。それではいよいよ夢の宿に向かいたいと思います。ベネツィアのカンナレージョ地区とカステッロ地区の間にあるこの美しい宿は、インテリアデザイナーのダダさんが運営する完璧な設備とおもてなしの精神に満ちた洗練されたアパートメントです。さあ、荷ほどきをして、それぞれの荷物をしまい、滞在のための巣作りも終わったので、明日以降のためにヴァポレット水上バスのチケットを買いに行こうと思います。カナルグランデに近づくほどどんどん増えていく人波を抜けて、食べ物ばかりに目を奪われながらやっと券売機に到着しました。今回は本島の北側に位置する島を中心に訪れるつもりなので、とりあえず72時間券3日券を買います。チケットは最初にタッチしアクティベートした瞬間から72時間有効となります。お得であるのはもちろんですが、何より毎回チケットを買う手間が省けて気が楽なのでおすすめです。さあ、チケットも買ったし、日も暮れ始めてきたので、一旦宿に戻ってホストさんおすすめのレストランに行こうと思います。ベネツィア料理レストランエルマガゼンに来ました。
マガゼンとはベネツィア語で店や倉庫を意味し、現在バーカロと呼ばれているベネツィアスタイルの居酒屋の19世紀以前の呼び名だったそうです。そんな歴史ある店名ながら、料理は非常に洗練された驚きの詰まったものばかりでした。このかわいいテーブル型のお皿に乗ってきた丸いものは、食べてみると中からタラのペーストが出てきました。これはおそらくエルマガゼン風バッテラマンテカートですね。お料理が来ました。こちらは塩締めされ、風味がぎゅっと凝縮されたスズキのカルパッチョ。そしてこちらは塩コショウだけでシンプルに肉の旨味を引き出したビーフのタルタル。どちらもとても美味しかったです。最後にサービスだよと言って小さなお菓子をくださいました。お店の方が本当に優しくて素敵な時間を過ごすことができました。ごちそうさまでした。さて、夜の羽田から始まり、カタールを経由してのベネツィアへのお散歩旅いかがでしたでしょうか。1年半前に予約した宿も、憧れの水上タクシーでの到着も、想像以上にドラマティックで大満足の移動日でした。次回はファンダメンタヌオーベから日の出を見て、ベネツィアの北に広がる干潟に浮かぶ島々を巡り、思いがけない景色に出会います。それではまた次の動画でお会いしましょう。